皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家、玉木正幸を送る既存メディアとは異なる視点で、スポーツと真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正幸さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。先週はデフリンピックの話をたくさん聞きまして、はい、本当で逆に知らないことがまだまだ多いということにも気づいたし、知ることの喜びみたいなのもあるんですけれども、はい。私もパラリンピックのことについてはいつも星野さんに半分叱られながら教えてもらうことが多いので、まだ今でもゴールボールは面白くないと言ったことで、非常に注意されたことを、覚えておりますが、今日も星野さん来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、ミラノ・スコルチナのオリンピックとパラリンピックが近はい。づいてきました。これについて一言、星野さん、どうですか？期待はされていることってのはどんなことがありますか？はい。パラリンピックミラノでは6競技行われるんですけれども、6はい。競技79種目で、日本チームはですね、2010年のバンクーバー大会以来、久しぶりに6競技すべてに代表が出場できることになりました。うん、ああ、そうです。はい。そこは一つ大きな注目ポイントとして楽しみにはい。したいと思います。なるほどね。それと今日はもう一人ゲストを招いております。長田渚さんです。よろしくお願いしおます。願いします。長田さんはスポーツゴジラという冊子を無料配布の冊子ですけフれども、リーペーパー。フリーペーパーですね。ごめんなさい。はい。フリーペーパーをこの編集長としてパラリンピックをとっても早くから取り上げられたということはい。なんですけれども、パラリンピックに期待しておられることっていうのはどうなんですか？うん、今は。たくさんあるんですけれども、やっぱうん。りパラの世界と、普通にオリンピックの世界と、どっちも結局人間だっていう話がみんなで見えてくるといいなと思ってて、おー、はい。もう少し詳しく。うん。どっちも人間だ。いや、要するに唐突に障害を受けてしまうになってしまうこともあるわけですよ。はいはですけど、いはい。ゴジラで相当昔からそれをやってて、なんで受けたのか。一うん。番最初にスポーツゴジラという雑誌が、在庫ゼロになったのは、障害者スポーツを扱ったからなんです。おー、で、それでなんでっていうと、脳神経外科の先生に取材に行ったんです。で、おー、私は長い長い間の疑問で、手がない方が口に筆を挟んでものすごい書を書いたり、絵を描いたりできる。でも普はい。通の人のものよりももっともっともっと素晴らしいものを書いてしまう人がいたりするじゃないですか。はい、失礼で、しまそれをすね。はい。なぜっていう長い間の疑問があって、脳神経外科の先生に会いに行ったらば、はい。頭の中の可塑性、神経の可塑性ということがあって、何かが使えなくなった時に違うところが補おうと思って、なんとかしようと思いながら頭の中が変わっていくんだっていう話をされたんですよ。ああ、そなれで、るほど。これは大変な嬉しいことで、なんか将来のことも自分たちだってみんな老化するわけですし、それはい。とも期待をしてやっていくと、人間って捨てたもんじゃないなと気になったものですから、それをゴジはラに乗せたんですよ。い。はそしい。たらば、ゴジラ最初に障害者スポーツでやりたいと言ったらば、スタッフがみんな反対したんですよ。障おう。害者の人のリハビリじゃないですかっうて言うんですよ。ん。うん。だからなんでそんなものを都営地下鉄に置くのかっていう大反うん。対があって、それで誰が読むんだってみんなが言うから、ああ、なるほど。そう言っても強行突破して私が出したら、在庫ゼロになるぐらい島根県や鳥取、北海道から、そんなとこにゴジラが行ってないのに手紙が来て欲しいって言われたんですよ。それはうん。何年前ぐらいのあれですかね。ま16年前です。
いやー、もう結構早いな。はい。ですから、その後、障害者の人がコマーシャルに出るようになったり、たくさんの報道がされるようになったり、うん。それからスポーツ新聞に障害者の人が載るようになったり、はいはいいったはい。という変遷があるんですけど、一番最初に、障害者スポーツを考えるっていう号を出したら、まあまあ不思議な反響だったんです。ああ、そうですか。いや、私も障害者スポーツのことについて、NHK の教育テレビにも出たことがあるんですけれども、はい。その時はNHK の担当者の人も全部運動部の人じゃなかったんですよね。どこだってなんか要するに、福利厚生課みたいなところの、ディレクターの方が来られて、実は文科省もそういうところと部署が分かれていたのが、星野さん、これやっと運動部というかスポーツと一緒になったんですよね。そういう歴史もあったわけですね、パラスポーツの中には。それでまあ今はもうパラスポーツが、なんか普通のスポーツという言い方していいのかどうかわからないけれども、一般に要するにアスリートとして見られるようになったと言っていいですか、星野さん。あの、ほとんどスポーツいらっしゃるほど、ようになってるっていうのは大きいでなるほど。すね。はい。でもほとんどって言われたところは、まだちょっと残ってるっていう感じかな。いろいろな視点で、切り口で記事を書いてくださるので、まあ、はい、いろんな部署の方はいらっしゃいますけれども、はいはい。選手はやっぱりスポーツとして見てほしいっていうのが選手、パラアスリートの大きな願いでもあったので、そこは、はい、実現してきてるとうん、思います。なるほどね。それで今度はミラノ・コルチナで行われるのは、オリンピックもそうなんですけれども、かなり会場がばらけて、遠いところに行ってやらなきゃならないと。こういうところがあるっていうのは、まあ、それも冬のスポーツもだということもあるんですけれども、これはやっぱり新商者の方にとってはマイナス条件というふうにしていいんですか？それとも、そういうのは関係ないやっていうことを言えるんでしょうか？選手にとってみれば、特に、自分の、競技会場にはい。近いところに宿泊して、競技はい。を行うので、各選手にとっては、あの、え、それほど、大変ではないのかな。ただまあ、うん。開会式に出られないだとか、どうしてもあ競技がありますので、なるほど。あったりしますが、大変なのは私たちメディアかなっていう気はします。ああ、それは言えますね。なるほどね。今度パラリンピックの開会式はベローナであるそうですね。ベローナの野外オペラで有名なローマ時代の競技場。そこでやられるっていうのを聞いたんで僕はびっくりしたんですけれども、そのベローナの野外オペラっていうのは非常に有名でして、案内に2万人も入る観客のところで、声が聞こえるのかなって思ったら、イタリアの声を、空気は、声を遠くに届けるらしいですね。あの、マイクもスピーカーも使わずに、フルオーケストラで、その2万人ぐらいのそのローマの円形競技場でオペラをやってると。そこでやられるっていうんで、私は非常に興味深く思ってるんですけれども、どうなんですかね、そこでの開会式っていうのはやっぱり、これは星野さん取材に行かれます？いや、もう私、スキーの会場の方で、取材予定なので、もうちょっとあ距離的に開会式はもう難しいし、まあ、ほとんど多分選手も参加をしないっていうのは、あ、そうで的すか。に難しいっていうのは聞いています。開会式をおそらくどこかでテレビなどで見ああ、に行く。そうですか。はい、翌日ちょっと、それは残念だな。私はもう一生のうちに一度でいいから、ベローナのオペラ座と言っていいかの円形劇場に行ってみたいなと思ったんですが、ベローナというのはロミオとジュリエットの舞台でも有名なので行ってみたいと思ってたんですが、それはさておきまして、競技としてはどうなんでしょうか。星野さん、どういうところに注目されてますか、今回は。そうですね。まず、えー2010年、アイスホッケー、まず一つアイスホッケーああ、はい、と思います。つい最近最終予選が行われて、そこで勝ち上がって出場権を得ました。はい。
2010年のバンクーバー大会で銀メダルを取ったんですが、その後また出場権を逃し、ピョンチャンに久しぶりに2018年出場したけれども、全敗で、8位、大会に終わりました。そこから、うまく、若手の発掘などに取り組んだ結果、今回、また40代、50代のベテランもいれば、10代、20代の若手とのうまい融合をした、新しいチームが出来上がって、出場権を取れたんですね。なので、その、新しいチームというか、そこで、新たな活躍が見られるかなってことを一つ楽しみにしてます。あともう一つ、氷の競技としては、カーリングが、2010年のバンクーバー大会で4人制の、いわゆるカーリング、オリンピックとやってますが、パラリンピックの場合は男女混合になります。なので、そこで出場して以降、カーリング全然出場権取れてなかったんですが、今大会、今度のミラノから初めて採用されます男女2人で行うミックスダブルスですね。これが新競技として入るんですが、こちらで日本チーム出場権を取ることができましたので、2010年以来のカーリング出場ということで、ただ、その出場権取ったペアのお二人は、2010年のバンクーバーに出場している代表のお二人なので、パラリンピックとしては2回目になるので、はい、ベテランの技で、なんとか新競技で、メダルに届いてくれるといいなという感じで、っています。今、星野さんがアイスホッケーという言い方をされておられましたですけど、これは以前はアイスレッジホッケーでしたっけ、なんかね、そういう言い方で、ソリに座って、それで短いスティックで、なんて言いますか、スキーのように滑りながら、そのスティックで打つというアイスホッケーの方ですよね。これ、私も一度見たことあるんですけど、めちゃくちゃ激しいスポーツですよね。それこそ本場アメリカの NHL のアイスホッケーと変わらないぐらいのぶつかり合いみたいなものがあって、こんなことしてもいいのかなと思って、ソリがひっくり返るのでびっくりしたんですけれども、やっぱりこれは、見て面白いスポーツという言い方してよろしいんでしょうかね。はい。見て面白い、楽しめる、エキサイトする競技。まさにその通りだと思います。スピード感とパワー、迫力と。はい、それで、今もう一つ言われたカーリング。これは、オリンピックの一般の健常者がやられるカーリングとほとんど変わらないという考えてよろしいんですか？はい。全く同じハウスを使うんです。ただ、大きく違う、オリンピックですと、スイープと言って、石を投げた後に、選手がこう、ブラシでこすって、距離だとか方向をやりますけど、車椅子の場合はそれがないんですね。なので、もう最初から、投球する、精度っていうのがすごく重要になってくるので、それ以外は全く同じルールで行われます。なるほど。最初にあれは何と言うんでしょうね。カーリングの、大きな球を投げる、滑らせる時に石ですね。ストーンですね。はい、そのストーンをやるときに棒を使う、スティックっていうんですかね。スティックで使う場合が多いのですかね。はい。はい。車椅子に座っていますデリバリースティックと呼ばれていますが、リングの石に出ている突起に引っ掛けて、スティックでこう押し出すように投げるのが一般的です。なるほどね。そういうことで、また見ながら、多分どうなんですか、テレビ中継もあると思いますんで、そういうところを見て、こう、周りでブラシで履くのがないけれども、狙い通り行くのかどうかっていうのを見るところが、また面白いかもしれませんね。はい、そうですね。はい。どうですか、長田さん、冬のパラリンピックというものは何か、長田さんはどんな風に見ておられますか？冬のパラリンピックもそうなんですけど、やっぱり雪と氷が半分主役みたいなところがあるわけですよ。はい、そうですね。ですから、審議、思いもかけないようなものが見えてくるっていうことがあって、そこが楽しみですよね。なるほどね。はい。滑るとか、転ぶとか、そっちの方のことも含めて競技だったりするじゃないですか。
いやー、滑るのも転ぶのもすごいですけれども、それを開発する、例えばチェアスキーですか、はい。あれのサスペンション見てるだけで私はすごいなって思うんうん。だけれうん、ども、うん。あれは、星野さん、あれは日本はかなり技術上なんですよね。そうですね。はい。ね古くからすごく、優秀なチェアスキー開発されていて、海え。外のはい。選手なんかも、使っている選手が多いっていうのは聞いています。あと、最近は、所属している選手がいるってこともありますが、トヨタ自動車さんが、はい。開発に乗り出していて、今回ももう、代表に内定している選手、森井大輝選手というベテランの選手、それから村岡桃佳選手などが、うん。乗る予定ですけれども、すごく、いいサスペンションが出来上がって、もう、これまうん。でにないスピード感で乗れているっていうことを聞いていますので、ああ、そうでこちらもすか。道具とともに注目したいなと思います。いやー、やっぱり日本の自動車産業が、うん。協力しているっていうのは心強いところもありますけれども、ただ、星野さんにこれ聞きたかったんですけども、オリンピックとパラリンピックが今一体化して、一体化しているがゆえにと言っていいんでしょうかね。札幌オリンピックがどうも流れてしまいましたよね。このミラノ・コルチナの後ではフランスのアルプスで、行われて、その後がソルトレイクシティまで決まってますけれども、これはパラリンピックにとってはどういうふうに思われていますか？札幌がなくなったに近いということは。やっぱりこの間の東京デフリンピックもそうですが、地元でのはい。開催っていうのは、ああ、環境を、やっぱり、いや、それから注目度を上げるっていう意味ではすごく大きいと思いますのうん。で、そういう意味では、ちょっと残念だなっていう思いはありますが、はい、そうですね。これ、長田さんどう思われます札幌のことは？そうですね。でもほら、オリンピックが日本にはもう来ない方がいいって盛んに玉木さんなんかもおっしゃってたわけですから、いや、それはそれは私はそれ言ってませんよ。そうですか。まあ、オリンピックそのものは日本じゃない方がいいんだっていうそうなん話もあるですよね。し、札幌でやっていただければまたそれはそれですけれども、どっちともいいとこも悪いとこもあるということだと思いますけど。うん、ただね、オリンピックについてはいろいろ問題もあって、まあ、玉木のスポーツジャーナリズムでも、春日良一さんに来ていただいて、いろいろ喋ってもらってるんですけれども、それがパラリンピックと一緒になって、パラリンピックのことを考えれば日本で開催した方が、デフリンピックがそれこそ盛り上がったように、パラリンピックに対する考え方も変わってくると。いうことを思えば、非常に残念なところあるんですが、長田さんがその辺はどうすりゃいいんですかね。そうですね。パラの大会をと、オリンピックと、その、順番一緒にした方がいいとか、順番を逆にした方がいいとか、ういろんなん。意見があると思うんですよ。はいはいはい。だから、それも含めて再考しないと、今、パラのコルティナダンペツォに関はい。しては、ほとんど情報がないと思うんですよ。もちろん、ああ、星野さんはそうです。よくわかってらっしゃいますけども、はい。出てこないわけですよ。先にオリンピックの話がいっぱい出てきうた後ん、にとそうでいうふうなすね。ことですから、逆にした方が、ああ、実はそうで注目すね。されるんじゃないかなと思ったりもああ、します。オリパラ、逆転説、はい。スケジュール逆転説、はい。長田説、支持します。私そうも。そうそう。それはもう初めて聞きましたけど、なんでそこに気づかなかったんだろうと思いますけれども、星野さん、うん。どうですかパラリンピックを先に行うっていうのは？はい、注目度っていう意味では、いや、その順番っていうのは、一つ、大きいかなとは思うんですはい。が、あの、これまでの状況を見てくると、やっぱりオリンピックが先にあったからこそ、そこで出た、いろいろ会場施設の問題点などが、はいはいはい一度、はい。えっと、改良されてですね、改善はい。されて、パラリンピックを迎えられるっていう意味では、やはり施設面ですとか、ハードの部分などで、やっぱり配慮が必要なパラリンピアンたちが活躍するという意味で
いくと、今の順番っていうのは、一つ、理にかなってるところがあるのかなっていう気はします。例えば、階段になっているところ、ただ、最初からもうパラリンピック先にやるよってことで、階段を最初からなくしてスロープにするとか、そういう配慮が本当に最初から効いていれば、すごくいいと思うんですけれども、だから将来的にできるといいなと思います。ただ、本当に、最初の準備がすごく大変なのかなっていうところは、すごく、思います。星野さん、それ最初の準備からパラリンピック中止にしたら、一般のアスリートも絶対にプラスになるはずだからいいんじゃないですか。私、長野のね、東京オリンピック、取材していた時に、パラリンピックに移る時に大改造してたんですよね。それこそ階段にスロープつけるとか。なんでそれ先にやってないのこれ、って思ったんだけども。やっぱり先にやりましょう。それ。ねそういう意味では、東京のオリンピック・パラリンピックの時は、その運営の中に、例えば、パラリンピアンが入るとかっていう形で、やっぱり、パラリンピアンとして必要な設備とかっていう最初から考えて、結構東京オリンピック・パラリンピックの会場は、パラリンピックに向けて新たに付け替えるみたいなことはできるだけなくそうっていう方向でできた大会の一つだったと思います。それが、各海外でもどんどん広がっていくと、いいなとは思うんですけれども。なるほどね。パラリンピックだけじゃなくて、パラスポーツ、また冬のパラスポーツなんかも個々に日本でも行われるようになれば、またいいですよね。パラスキーとかパラスケートなんていうのも、どんどんこれからも入ってきた方がいいんじゃないかな、なんて、今話を聞きながら思いました。長田さん、どう思われますか？最後、これからのパラスポーツ、特に冬のパラスポーツに対する期待することなんかはどうですかね？とにかくそのおまけみたいにね、行われるような印象があるのは、すごく残念で、やっぱり目を凝らさなきゃいけないのは、パラの方だと思うんですね。ですから先にやってから、実はねっていう風にくっついてくる。だから、五輪っていう風に日本は言うんですけど、私はパラスポーツは六輪じゃないかっていつも思ってて、お道具をちょっと使うとか、お道具を少し加工するとか。だから、順番もそうですけれども、もっと見ていただくようなチャンスが増えることが、そのデフスポーツもそうですし、それからパラもそうですし、どれっていう集中度が必要なんですよ、一般人間にはね。だからそっちもありかなと思いますけど。なるほどね。いや、的確なまとめをありがとうございました。星野さん、最後に一言、ここミラノコルチナにプラスして、日本のパラスポーツ期待することはどうでしょうか？やっぱり注目度っていうのはまだまだ、から私たちの頑張り、メディアの頑張りもあると思いますが、上げていくように、で、今後のミラノ大会も、オリンピックで終わりじゃないよっていうところで、その先にもパラリンピックがあることを訴えて、少しでも、注目してもらえるようになるといいなと思いますし、頑張りたいと思います。はい、どうもありがとうございました。今日はもう本当に私たちもメディアの人間も頑張らなきゃいけないし、パラリンピックは、またデフリンピックなんかは、なんとか頑張りがいのある、イベントとして、オリンピック以上の頑張りがいのある、イベントとして、我々メディアの人間も頑張っていきたいと思います。今日はありがとうございました。星野さん、長田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムは、今週のテーマ、パラリンピックと日本のパラスポーツの未来を考えるのエピソード3、河合純一スポーツ庁長官就任で日本スポーツ界に期待することはです。引き続き星野さんと長田さんとともにお送りします。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。